のささやきの朗読や冬キャンプに行く朝は決まって早い。夜明け前の参道はヘッドライトに照らされる範囲だけが現実で、それ以外は全部押しつぶしたような黒だった。その日もチェーンの音を気にしながら凍結しかけた一本道をゆっくりと登っていた。カーブを抜けた瞬間、ライトの端に人影が横切った。ブレーキを踏む。車体が一瞬横に揺れた。道の脇に親子が立っていた。母親とせいぜい小学校に上がるかどうかの子供だった。二人とも雪の残る山道には不相応な薄着だった。母親はコートを着ていない。子供も厚着をしていない。なんでこんな時間に、こんな場所で。そう思うより先に母親がこちらを見た。目が合った瞬間、言葉が出なくなった。驚いたとか怖かったとかではない。見てはいけないものを見たという感覚だけが胸の奥に沈んだんだ。母親は何も言わない。子供もこちらを見ているのに瞬きすらしない。吐く息が白くならないのがなぜかやけに目についた。クラクションを鳴らすべきだったのかもしれない。声をかけるべきだったのかもしれない。でも次の瞬間、ハンドルを握る手に力が入らなくなった。視線を外してもう一度前を向いたほんの一瞬で、二人はいなくなっていた。道路脇の雪は乱れていない。足跡もない。エンジンの音だけがやけに大きくて耳鳴りのように響いていた。俺は何度も気のせいだと言い聞かせながら走り続けたが、バックミラーを見ることはなぜかできなかった。俺はそのままキャンプ場に向かった。この時はまだあれがついてきたなんて考えもしなかった。キャンプ場に着いたのは昼前だった。山道で見た親子のことは頭の片隅に引っかかってはいたが、日が昇るにつれて現実味が薄れていった。平日だったせいか利用者は少ない。管理棟で受付を済ませ、指定された区画へ向かう。設営場所は林の端だった。背後には背の高い木が並び、昼間でも影が濃かった。嫌な感じはしたが、風を避けられるのはありがたかった。テントを張り、焚き火の準備をしている間、何度か視線を感じた。振り返ると必ず木陰だ。人が立っているように見える瞬間があるが、目を凝らすと枝と影が重なっているだけだった。気にしすぎだと自分に言い聞かせる。
行きの参道の出来事を無理やり思い出さないようにした。夕方、気温が一気に下がった。焚き火に火を入れると、パチパチと乾いた音が響く。火の向こう側、林の奥が暗く沈んで見えた。その時、はっきりと見えた。木陰に二つの影が並んで立っている。母親と子供。朝、参道で見たのと同じ並びだった。距離はある。声を出せば届かないこともないが、声をかけてはいけないと本能が拒んだ。二人は動かない。ただこちらを見ている。焚き火の火が揺れるたびに影が微妙に歪む。それでも位置は変わらない。瞬きをしても消えなかった。だがしばらくすると影はいつの間にか木に溶けるように消えていった。残ったのは冷え切った空気だけだった。俺はその夜、寝袋に入ってからも林の方が気になって仕方がなかった。風が吹くたびに木がきしむ。その音に混じって雪を踏むようなかすかな音が何度も聞こえた。だが俺はテントの外に出る勇気はなかった。代わりに耳を塞ぎ、目を閉じた。朝になれば全部笑い話になる。そう思いながらいつの間にか眠りに落ちた。だがこの時点でもう逃げ場はなくなっていた。目が覚めたとき、違和感はすぐに分かった。寒さではない。体の内側が妙に重い。寝袋から出て立ち上がろうとした瞬間、左膝に力が入らなかった。踏み出した足が途中で止まり、そのまま前に崩れた。雪の上に膝をつく。鈍い衝撃があったはずなのに、痛みはなかった。代わりに関節の奥が冷え切った金属みたいに動かなかった。無理に立ち上がろうとすると、膝が決まった角度以上曲がらなかった。まるでそこに見えない視点があるみたいに。昨夜転んだ記憶はない。歩き回った覚えもない。それなのに膝だけが使われた跡みたいになっていた。撤収は諦め、這うようにして車まで戻った。運転中も痛みは不思議なほど出なかった。むしろキャンプ場を離れるにつれて膝は少しずつ動くようになった。家に着いた頃にはほとんど普通に歩けていた。俺は安堵をして靴を脱いだその瞬間だった。膝がまた同じ角度で止まったんだ。今度ははっきりと分かった。自分の意志とは無関係にそこまでしか動かないんだ。俺はその日病院でレントゲンを取った。医師は首をかしげて画面を何度も見返した。骨も人体も
損傷の跡がなかった。でも、この可動域制限は説明がつかない。その時、急に思い出した。行きの参道で急ブレーキを踏んだ時のこと。ライトに照らされた親子の立ち位置。道路脇の少し下がった場所。母親の膝がわずかに曲がっていた角度。今動かなくなった自分の膝はそれと全く同じ角度で止まっていた。それ以来左膝は完全には戻っていない。寒くなると関節の奥が冷え、あの木陰の並びに頭が浮かぶ。もう冬キャンプには行けない。あの親子が次はどこで立っているのか考えたくもないからだ。そして今もあの参道を通ると無意識に膝がわずかに曲がる。まるで立ち止まる位置を思い出したみたいに。キャンプ場へ向かう途中、視界が一気に開けた。林を抜けた先にだだっ広い雪原が広がっていた。地図にも名前のない場所だが、藪があり、車を止められる余地もあった。俺は休憩がてら外に出た。一面の雪。踏み跡はほとんどなく、音が吸い込まれるように静かだった。空気が澄みすぎていて、逆に距離感がおかしくなった。数歩雪原に足を踏み入れたとき、自分の呼吸音だけが遅れて帰ってくる感覚があった。止まっても遅れる。息を吸っても吐いてもワンテンポ遅れて背後から同じ音が重なる。振り返ったが誰もいない。風もない。気のせいだと思い歩き出した瞬間、足元の感触が急に変わった。沈むはずの雪が途中から異様に硬い。次の一歩を出した瞬間、体が急に前に引っ張られた。何かにつまずいたわけじゃない。引かれた。雪の上に倒れ込み、頬が冷たい面に押し付けられる。その瞬間、耳元で自分じゃない呼吸音がぴったりと重なった。俺は慌てて起き上がった。雪原には自分の倒れた跡が残っている。だがそれ以外にも同じ形の跡がすぐ隣にあった。人が横になった跡。しかも向きが逆だ。そこに理由があった。自分は何もない場所で転んだわけじゃない。すでにそこに場所が用意されていた。この時点ではまだ体に異常はなかった。だから俺はキャンプ場へ向かった。この雪原が通過点に過ぎなかったことを知らずに。
キャンプ場に着いたとき、体に痛みはなかった。転倒の衝撃も、雪原で感じた異様な感覚も、時間とともに一緒に薄れていった。設営を終え、焚き火を起こす。火が安定する頃には、さっきの出来事を思い出すことすら減っていた。ただ、違和感だけが残っていた。音が少しおかしい。薪が外る音。風がテントを撫でる音。そのすべてがほんの一瞬遅れて届く。距離の問題ではない。耳の奥でわざと溜められてから聞かされているような、そんな感覚だった。夕方、顔を洗おうと雪を掴んだとき、はっきりと分かった。右手の指先が冷たさを感じていなかった。感覚がないわけではない。触れているのはわかる。ただ、冷たさだけが抜け落ちていたんだ。手袋を外して確認をする。皮膚の色は普通だ。凍傷の兆候もない。焚き火に手をかざすと、火の熱は指の途中で止まった。境目がはっきりとわかる。指の付け根から先だけが温度の世界から切り離されている。俺は不安になり、何度もこすった。叩いた。血の巡りを確かめた。それでも戻らない。夜が深くなるにつれ、症状は広がった。指先だけだった違和感が、手のひらの内側へじわじわと侵食してくる。その間も音の遅れは続いていた。焚き火の外る音が見てから聞こえる。そのズレが雪原で聞いた遅れる呼吸と同じだと気づいたとき、背中が一気に冷えた。テントに入ろうとして最後に一度振り返った。雪原の方向。昼間転んだあの場所はここからは見えないはずだった。なのにはっきりとわかった。見えないのにそこからこちらに来ている感覚だけがある。俺はその夜眠れなかった。手の感覚は朝まで戻らなかった。そしてこれが始まりに過ぎなかったことを翌朝思い知らされる。朝、テントの内側が白くなっていた。結露ではない。吐いた息が内側に薄く付着して凍っている。手を動かそうとして異変に気づいた。右手の指が本数通りに動いていなかった。5本あるはずなのに、動く感覚は4つ分しかなかった。見た目は変わらない。指は5本揃っている。だが1本だけ動かしたという感覚が返ってこない。俺は恐る恐る雪に指先を押し当てた。冷たさは4本分しか伝わらない。残りの1本は触れているのに存在が抜け落ちていた。焚き火を起こしても同じだった。熱が1本分だけ完全に届かない。
その時、ふと理解した。昨日雪原で倒れた時のことを。自分の倒れた跡と隣にあった同じ形の跡。向きが逆だった理由。あれは転倒じゃなかった。位置合わせだった。帰り支度をしながら雪原を見た。朝の光の中ではっきりとわかる。昨日は気づかなかったが、あの場所には人の形がいくつも残っていた。寝かされ、起こされ、少しずつ形を変えられた後、その中の一つだけ指の位置が一本分欠けている形があった。俺は車を走らせ下山した。町に戻っても指の感覚は戻らなかった。病院では異常なし。神経も血流も問題ない。医師は首を傾けてこう言った。まるで使っていない指みたいですね。違う。使っていないんじゃない。もう使われ終わっただけだ。今でも寒い場所に行くと右手の指が一本分遅れて動く。あの雪原で自分が何を踏んだのか、なぜあそこで転ばされたのか、理由はわかっている。あそこは人の一部を受け取る場所だった。次に行く人がどこを失うのか、それだけが違うだけだ。一人で山に入るのはこれが3度目だった。街の明かりも人の声も届かない。標高の高い林間の沢沿い。ソロキャンプを始めてからというもの、人気のない静けさこそが心地よくなり、わざと誰も寄りつかないような場所ばかりを選ぶようになった。その日も日が落ちる前にテントを張り終え、焚き火の準備を済ませていた。冷え始めた空気の中で湯を沸かし、コーヒーをすすりながら一人きりの夜が始まるのを待っていたとき、足元の落ち葉の中にそれが見えた。黒ずんだ鉄のランタン。形は古く、持ち手の部分が歪んでいるのに不思議と壊れてはいなかった。誰かの忘れ物にしては錆が深く、長い年月そこに埋もれていたように見えた。拾い上げるとずっしりと手に重みが伝わる。中には乾いた芯が残っていて、まだ火は入るかもしれないとそう思った。その夜、山の静けさは時に不安を呼ぶ。風がないのに枝が揺れ、動物では説明のつかない音が遠くで響く。心細さを紛らわせるように、俺はあの黒いランタンに火をつけてみることにした。芯にライターの炎を近づけると、3度目でぼーっと蒼白な光が灯った。その瞬間、周囲の空気がピタリと止まった。焚き火よりも
冷たい光が森を照らし、輪郭の外、闇との境目に誰かが立っているような、そんな気配がした。火を灯した瞬間から山の空気は変わっていた。風は止まり、虫の声も消え、焚き火のはぜる音だけが乾いた響きを夜に刻んでいる。蒼白なランタンの光は周囲を広く照らすほどの明るさではない。だが闇との境界線をはっきりと浮かび上がらせていた。その緑の線の向こう側に何かがいる。そうとしか思えなかった。最初は気のせいだと思った。山では木の形や岩の影が人影のように見えることはよくあることだ。しかしそれは違った。立っているそれは木々よりも高くも低くもない。人の背丈ほどの高さで、形だけがぼんやりと浮かんでいる。輪郭はあるのに中身がなく、炎の光を吸い込んで揺れていた。数分ほど目を離してから再び視線を向けたとき、そいつは少し近づいていた。風が吹いた形跡も枝が折れる音もなかった。ただ俺のテントの距離だけがさっきよりも縮まっている。心臓が嫌な鼓動を打ち、口の中が乾いた。頭では木の影に違いないと何度も繰り返したが、視界の端では確かに何かが動いた。それは夜が進むにつれ、影は増えていった。最初は一つだったものが、いつの間にか二つ、三つと光の輪の外に立ち並んでいる。どれも同じような輪郭で微動だにしない。ただじっとこちらを見ているとしか思えなかった。だがこの山には誰もいない。来る途中、他の登山客もキャンパーも見ていない。ならばあれは誰だ？いや、誰なのか。それすらわからない輪郭を前に、俺はランタンを消す勇気も、焚き火から目を離す余裕も失っていた。あの影が本当にそこにいるのか、それとも光と闇が作り出した錯覚なのか。どちらにせよ、このままでは眠れそうになかった。俺は意を決してランタンの火を吹き消した。蒼白な光がふっと消え、あたりは焚き火の橙色だけに照らされる。光が減れば影も消えるはず、そう信じていた。ところが影はそのままだった。いや、むしろはっきりとした。輪郭は闇の中でも崩れず、まるで自分自身がわずかな光を放っているかのように、形を保ったままじっと立っている。三つあったはずのそれはいつの間にか五つに増えていた。背の高さも形もバラバラで動きはない。それでもそこにいる。
としか言いようがなかった。やがて音が聞こえ始めた。カサカサっと落ち葉を踏むような音が奥から絶え間なく近づいてくる。動いているのは一つではない。足音は10を超えていた。だが目には5つの影しか映らない。見えないものが歩いている。そう理解した瞬間、背筋が冷たくなった。焚き火を囲む闇の緑はじわじわと内側へ迫り、テントの布をかすめる距離まで影が近づいてくる。目を凝らすと輪郭の中が空洞であることに気づいた。そこは何もないのではない。何かが内側からこちらを覗いているんだ。穴の奥で光がわずかに瞬き、次の瞬間、ふっと消えた。その瞬間、焚き火が大きくはぜて、火の粉が宙に舞った。影は一斉に離れ、まるで風に吹かれた煙のように形を歪ませながらじりじりと引いていった。やがて足音もやみ、森は再び静けさを取り戻すように見えた。だが耳の奥ではまだカサカサっと落ち葉を踏む音が続いていたんだ。テントのすぐ外から。耳の奥で続く音は夜が更けるほどに近づいてきた。テントの布越しに乾いた落ち葉を踏みしめるかすかな圧が伝わってくる。外に何かがいる。それは確実だった。だがどうしても幕を開けて確かめる勇気が出てこない。もし本当に誰かが立っていたら、そのままここに戻ってこられないような、そんな気がした。どれほど時間が経ったのかわからない。やがて音は止んだ。森の静寂が戻り、風も虫も何一つ響かなくなった。ようやく息を吐き、意を決してテントのファスナーを下ろした。外はまだ暗く、焚き火は細くなった炎を揺らしている。影はいなかった。あの輪郭も人の形をした空洞も跡形もなく消えていたんだ。ただ地面の上には小さなものが一つ落ちていた。拾い上げて息を飲んだ。あの黒いランタンだった。昼間拾ってさっきまで手元にあったはずのそれが、なぜだかわからないが焚き火の向こう側に転がっている。俺は使った後、確かにテントの入り口脇に置いた。夜の間、誰かがそれを持ち出さない限り、そこにあるはずがない。辺りを見回しても、人の気配はどこにもない。足跡も折れた枝も見当たらない。ただ、地面に散らばった落ち葉が円形に踏み固められていた。まるで何かが焚き火を囲んでじっ
と立っていたかのように。明け方、撤収を終えて山を降りるとき、背後で風が吹いた。その風の中で、ランタンの芯が誰も触れていないのに、ぼーっと青白く光った。あの光は今でも覚えている。炎というより、誰かの目のような、こちらを見ているような、そんな光だった。冬キャンプへ向かう朝から頭が重かった。ズキズキするほどではないが、奥の方に鈍い圧がかかっている感じがする。寝不足だろうと思った。前日、準備で遅くなった。それだけの理由はいくらでもあった。山道に入ると、頭痛は少し強くなった。カーブに差し掛かるたびに、こめかみの奥が脈打つ。だが不思議なことに、キャンプ場に着く頃には、ほとんど気にならなくなった。頭が妙に軽い。澄み切った空気のせいか、視界まで鮮明だった。設営中、何度か後頭部に視線を感じた。振り返っても誰もいない。林の奥が必要以上に静かなだけだ。夕方、焚き火に火を入れる。炎を見ていると頭の中が空っぽになるんだ。朝まであったはずのあの重さは完全に消えていた。むしろ気味が悪いほどだ。普段なら残る疲れも痛みもない。考えが妙にまとまりすぎている。その時、ふと気づいた。頭の中に音がない。風の音も薪のはぜる音も聞こえている。だがそれらが頭の内側に響いてこないんだ。外側だけで完結している。違和感を覚えたが、痛みがないことの方の安心感の方が勝った。この時はまだ治ったと思っていた。何を代わりに置いてきてしまったのか考えもしなかった。夜になっても頭は驚くほど冴えていた。寒さで思考が鈍ることもなく、焚き火の火を見つめながら細かいことまで考えられる。普段なら頭痛が出る前触れがある。目の奥が熱くなったり、光が刺さったりする。だがそれが一切なかった。代わりにあるのは異様な静けさだった。頭の内側が空洞になったような、そんな感覚。薪を足そうと、火がはぜる瞬間、それらを聞いているはずなのに、どこか頭を通らずに処理されている感じがする。夜中、トイレに行くためにヘッドライトをつけて林の方へ向かった。光の輪の外側がやけに黒い。その時頭の奥で軽く何かが締まる感覚があった。
痛みではない。圧迫でもない。ただ、収まったという感覚。同時に頭の軽さが極端になった。思考が早い。記憶が鮮明すぎる。不安よりも妙な安心感の方が勝ってしまった。まるで長年抱えていた不調が正しい位置に戻ったかのようだった。俺はテントに戻り、寝袋に入る。眠りは深かった。夢も見ない。目が覚めたとき、時間の感覚が少しだけおかしかった。スマホを見ると、思っていたよりずっと長く寝ている。それでも頭は痛くない。違和感もない。完璧すぎた。そのこと自体が不安になるほどだった。キャンプ場を出る直前、管理棟の前でなんとなく掲示板を見た。そこに貼られていた注意書きがなぜか頭の中に引っかからなかった。文字は読めている。意味もわかる。だが内容が記憶に残らないんだ。読み終えた瞬間、何が書いてあったのか思い出せなかった。この時点でもまだ異常だとは言い切れなかった。ただ一つだけ確実に言えることがあった。頭痛は完全に消えていた。帰りの運転中も頭は静かだった。渋滞に巻き込まれても苛立たない。クラクションが鳴っても心拍は乱れない。異常なほど落ち着いていたんだ。自宅に着き荷物を下ろす。靴を脱いだ瞬間、頭の奥で小さな衝撃があった。痛みではない。戻ったという感覚だった。次の瞬間、視界が揺れた。部屋の輪郭がわずかに遅れてついてくる。目を閉じると、頭の中心に強い圧が集まる。そして来た。今まで感じたことのない頭痛だった。ズキズキでもガンガンでもない。内側から均等に締め上げられるような、そんな痛み。俺は耐えきれずに床に座り込む。その拍子に頭の中に映像が流れ込んできた。焚き火の火、林の暗がり、そして夜中に感じた締まる感覚。あれは治ったんじゃなかった。収められていただけだった。病院に行った。CT も MRI も取った。だが異常はないと言われた。医師は言った。慢性的な頭痛ですね。原因は特定できません。薬を飲んでも痛みは引かない。むしろ寒い日や静かな場所に行くと強くなった。ある日、ふと気づいた。頭痛が強くなる瞬間には共通点がある。音が少ない時だ。雪の日、深夜、人の気配が消える場所。あのキャンプ場と
同じ条件だった。試しに耳を塞いでみた。その瞬間、頭の奥で何かが動こうとする感覚がした。慌てて耳を開く。テレビをつけた。そして雑音を流した。すると少しだけ楽になる。わかった。あの場所で自分の頭は静かになる役割を持たされたんだ。だから静けさが訪れるたびに中の何かが正しい位置に戻ろうとするんだ。俺はもうキャンプには行けない。山にも近づけない。静寂が痛みになる体になってしまったからだ。今でも頭の奥が締め付けられる夜がある。その度に思い出す。焚き火の前で頭の中から音が消えた。あの感覚を。あれは開いた合図だったのだと。